Engine for the Life。 車で行こうです。今回紹介するのはイタリア生まれの GT カーマセラティグラントゥーリスモです。およそ3年間のブランクを経て登場した2代目となる新型グラントゥーリスモ。その存在感は筋肉質でありながら流麗なボディ、威風堂々としながら洗練されたシルエット、猛烈なパワーと美しさを兼ね備えたモデルです。スポーティーなライン、優れたパフォーマンス、そしてマセラティならではのラグジュアリー性、これらすべてを実現したという新型はスポーツカーのあらゆる要素において高いレベルに到達したモデルなだけに試乗が楽しみですよね。そうですね。はい、ということでまずはポイントを詳しく見ていきましょう。イタリアのマセラティが製造する GT カー新型グラントゥーリズモ。ボディにはアルミニウムやマグネシウムなどの軽量素材に加え高性能スチールを使用。複数の素材を適材適所に配置することでクラス最高レベルの軽量化を実現しています。エクステリアはミッドシップスーパーカー MC20 から始まったマセラティ最新のデザイン言語を用いて走る楽しさを純粋に表現したエレガントなものとなっています。インテリアはイタリアの伝統的手法にデジタルが融合したもので快適性とスポーティーさを際立たせたものとなっています。エンジンは3リッター V6 ツインターボのネットゥーノと呼ばれるものが490馬力と550馬力の出力違いで2つから選べ、これに8速のオートマティックトランスミッションが組み合わされます。また駆動方式はともに4輪駆動となります。マセラティグラントゥーリズモの価格はご覧の通りとなっています。走りでどんな世界を見せてくれるのか楽しみな一台ですよね。そうですね、ということでこの後はいよいよ試乗です。今回は550馬力を発生するエンジンネットゥーノを搭載したトロフェオの75周年モデル、これにスポーツデザインパッケージなどのオプションを装着したモデルで高速道路とワインディングを走ります。イタリアマセラティの2ドアクーペグラントゥーリズモ。今回はマセラティの GT カー生誕75周年を称えるアニバーサリーモデルに岡崎五郎が試乗します。Engine for the Life。 さあ今日はマセラティグランツーリズモのトロフェオ75周年記念モデルに試乗しています。最高出力が550馬力というものすごく高性能な3リッター V6 ターボを搭載したモデルなんですが、いやーこれね本当に快適です。試乗する前はもうそれなりにスポーティーな身のこなしとかスポーティーなタッチを想像していたんですが、もう走り始めてみるとこの快適な乗り心地に今驚かされています。外観なんですけれども、もう顔は典型的なマセラティ顔ですよね。であとは見た目すごく軽快感ありますよね。獰猛なスポーツモデルというよりもやっぱりこれマセラティらしくどこか貴族的な部分があるラグジュアリーなブランドということをこれ全身で表現しています。インテリアもいいですね。これツートーンなんですが上質ですね。それからもうこの白のダッシュがすごくこれ全体的に明るい雰囲気を出しています。一方でこれフルデジタル化されたコックピットでもあります。真ん中にはいろんなものを集中してコントロールできる大型のタッチパネルがあります。メーターパネルもフルデジタル化されています。でここ時計、これもアナログに見えるんですけれども実はこれもデジタル化されているということで、僕としてはやはりこのどこかにアナログの部分を残しておいてほしかったなという
気もします。料金所からのフル加速です。いやこれ気持ちいいですね。もうめちゃくちゃ速いですよ。速いのは速い、もちろん速いんですけれども、と同時に車の動きとか、それから加速の伸び方とかサウンドとか、全てにおいてこの破綻がない、あと暴力的な感じがない、めちゃくちゃ洗練されている中での超高性能という感じです。これがまさにマセラティの世界観なんですよね。とてつもない性能を持ちながらも、それが暴力的なところ、荒さにつながっていない、いつもどこかギリギリのところで紳士的な振る舞いにとどまるっていうんですかね、それ以上は超えないと、これがやはりマセラティならではの、この貴族的な世界観なんだろうと思います。さあワインディングに入ってきました。今 GT モードで走っています。GT モードだとものすごくこの快適性とスポーツ性のバランスがいい具合に取れているんですが、もうせっかくワインディングロードに入ってきたのでスポーツモードを選択します。どうですかこの音、本当に乾いたいい音ですよね。この車エンジンルームを見るとすごく分かりやすいんですが、 V8 ではなくコンパクトな V6 を積んでいて、しかもその V6 がもうこのバルクヘッドにめり込むように搭載されてるんですね。つまりこれフロントのミッドシップです。なのでコーナーを軽快に回るような基本的な物理特性が与えられています。一方で実はこれ四輪駆動なんですよね。なので車体の構成としてはすごく曲がりやすい方向にして、プラス四輪駆動で安定性をキープしてあげるという、そういうまさに黄金の組み合わせを与えることによって、スポーティーで軽快なのにでも安定感もめちゃくちゃあるよねという、いやーこの味付けは素晴らしいです。この価格帯のスポーツカーとなると、やっぱりフェラーリとかランボルギーニとかポルシェっていう方にぐっと注目行きがちなんですけれども、いやいや僕はそこにね、マセラティという新たな選択肢を入れて真剣に検討してみる価値はあるんじゃないかと、今回新型グランツーリズムを思って改めて感じましたね。はい、それでは燃費の報告です。今回は市場でおよそ100キロ走ってリッターあたり 7.1 キロとなりました。ともちゃんどうでした？はい、トロフェオっていうとかなりスポーティーな車だろうなと思って乗ると、レザーシートすごく心地よくて、どの走行モードで走っても角がなく快適だったんですよね。そうだね。で後席も乗ってたよね。乗ってました。とても広くて、居心地よかったです。快適そうに乗ってましたよね。はい、ということで今回はインポーターの方にスタジオにお越しいただきました。マセラティジャパン株式会社代表取締役木村隆之さんです。木村さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回グラントゥーリズモというネーミングのマセラティ新型出てきたわけなんですけど、まずはこの車、どういうことを狙ったのっていうところからお話しいただけますか。そうですね、グランツーリスモって本当一般名詞じゃないかと思うんですけども、先代から社名に使わせてもらってまして、マセラティがこういうセグメントを作ったという自負が出てると、110年の歴史あるブランドなんですけども、戦後初めて作ったロードカー70数年前ですけど A6 がスーパーカーのふるさとイタリアのモーターバレー出身なんですけど、それとは違う車を作って、GT が最初のロードカーだということが始まりでして、そのデザインを今度のグランツーリスモはフロントのフェイスなんかで踏襲したりしてですね、まさに今の時代のグランツーリスモのあるべき姿ということで、マセラティのアイコンとして作り直したというのが今回の車だと思います。なるほどね。本当にフェラーリとかランボルギーニがある地域で生まれて、そうなんです、全く同じ地域なんですけど、でも2台とは違う車なんだよと、でそれは GT なんだよと、ある意味そういう意味ではマセラティにとって GT っていうのは本当にその出発点であって、
その分この車にかける意気込みっていうのは強いんじゃないですか。そうですね。全部の車がGT の要素を持たなきゃいけないっていうことなんですけど、これはやっぱりブランドのアイコン、フラッグシップとして、本当にそれを頂点まで極めると。で最新のテクノロジーとプラットフォームを使ってという形だと思います。でデザインなんか見ても僕パッと見た時、いやもちろんこれすっごい美しい車だなと思ったんですけど、と同時に新しさもあるんだけど、どこかで見たずっと連綿と続くマセラティらしさっていうのは相当色濃く残してると思ったんですが。そうですね。特にフロントなんですけども、はい、最初にお話した A6 最初の GT だとか、58年ものすごい古い時期ですが初めて 3500GT ということで社名に GT を使った車の、グリルの低さだとか、ヘッドライトのポジションだとか、いわゆるフロントの面構えみたいなところをですね、同じアイデンティティで作ってやると。でそれを MC202020 年に初めてそのモチーフを使って、次に同じモチーフでグレーカーレでこのグランツーリスモという形で同じアイデンティティフロントで続けてきているという形になっています。しかもこれだけのね流麗なボディでありながらフル4シーターだっていうの乗ってみてちょっとびっくりしましたね。そうですね。本当にキャビンのデザインから見ると、本当にリア座れるのかなと思われるんですけども、実際に日本ではですね本当にフル4シーターと言っていただいて問題ないと、まさにそれが4人快適に乗れるサルーン、GT につながるんじゃないかなと思いますね。なるほど。はい、さてここでマセラティグランツーリスモのときめきポイントです。まずはエンジンです。3リッターの V6 ターボのネットゥのエンジン、これフロントのミッドに搭載されているということで、ご覧ください。重量物であるエンジン、あんなに中央の方に置かれてるんですよね。そして足回りを見ていきましょう。でも流麗なスタイリングを持つモデルなんですが、これフロントのタイヤは26530の20インチ、エアサスペンションが標準装備になっていました。後席周りには2人乗車できるタイプで、体周りは結構ゆったりしているんですよ。そして頭上はなんと身長162センチの私でげんこつ2つも入ってしまうと、エアコンもついているのでとても快適に過ごせます。ここにはドリンクホルダーが2つ、さらには USB タイプ A とタイプ C が1つずつありました。膝元も余裕だったね。はい、木村さん、あれはもう本当に日本人だったら平均的な身長だったら、全然あれでいけちゃいますね。全然問題なく、ストレスなくリアに乗っていただいて長距離に乗っていただけるという形になってますね。まさにそのグランツーリスモとスポーツカーの違い、そういうところにもあるんだよってことなんですけれども、走りの面でいくとグランツーリスモマセラティが目指すものっていうのはどんなところにありますか。一言で言うともうスーパースポーツカーということですね。それに快適性で、室内全体のラグジュアリーな雰囲気と、マセラティじゃないと醸し出せないような艶のある室内、デザインということかと思いますね。500馬力オーバーのエンジンを積んで、いい音を聞かせて、でも乗ると快適だっていう、これがやっぱりちょっとすごいなと思うところですね。ある意味でユニークな立ち位置だと思いますね。でやはりGT カーとしては快適性も欠かせないよっていうことなんでしょうね。それとデザイナーが本当に強く意識しているのはタイムレスデザインってから呼んでるんですが、5年や10年では古びないような、デザインを作りたいということでいろいろ工夫して考えて、世に送り出しているというのがやっぱりエクステルデザイン、最近のマセラティのデザインの特徴なんじゃないかなというふうに思います。綺麗ですね。あと駆動方式が4輪駆動のみっていうところで、今回そうですね。スポーツカーで行くと4輪駆動よりも軽い2輪駆動の方がいいよっていう世界もあると思うんですよ。あえて4輪駆動にした、これもやはり GT カー、どんな天候でもっていうふうに私は理解していますし、エアサスも標準になってまして、今の時代いろんな条件下で、最高の GT 出すためには4駆プラスエアサスというのが今回の答えなんじゃないかなというふうに私は理解しています。エアサスなんですよね。エアサス標準なんですよこの車は。これは確かにその GT モードとかスポーツとかいろいろやっていくと結構差があって、ものすごく快適なサルーンからスポーティーカーまで結構モードで変わりますよね。乗った感じがやっぱりあれってダンパーだけのセッティングだとどうしてもその幅に限りがあるんだけど、エアサスってバネのレートも変わるから結構これ効きますね。結構効いてると思います。あとはこれ今後ね、このバリエーションなんですけれども、屋根焼きも最近出ましたよね。グランツーリスモという別の社名で最近デビューさせていただいて、今も受注いただいてるんですけども、こちらも本当にホロになって屋根がバージョンになってるだけという違いだけで、あと本当にGT のコンセプトそのままで。
ちょっと展開してます。ともちゃんそれもね乗れるようになったらぜひ乗せてもらいたいよね。そうですね。カブリオレならではの魅力ってありそうですよね。そうですね。はい。はい、木村さんどうもありがとうございました。ありがとうございます。この後は評価です。Engine for the life. はい、それではここで評価に行きたいと思います。僕の評価はこのようになりました。丸、スポーツ性と快適性の超高次元での融合です。スポーツ性と快適性を融合した車っていろいろ他にもあるんですが、ここまで高い次元で両立した車っていうのはなかなかあるようでないんですね。それはフェラーリだとかポルシェだとかそういったブランドを含めて考えた中でも、ちょっと心のレベルにはいってないなというのが僕の正直なところです。ですからここまでのハードウェアっていうのを、もちろんソフトウェアデザイン含めたところですごくマセラティらしい部分なんですが、これ乗ってみてもやっぱりすごい車だなっていうのを素直に感じさせて驚かせてくれる車に仕上がっています。で、×はこちらです。インテリアにはアナログ要素を残してほしかったです。フルデジタルになって非常にいろんな機能を使いやすくなってはいるんですけれども、例えばこれ腕時計の世界を考えていただければ分かると思うんですけど、やはり高級な時計っていうのはまだまだアナログなんですね。で、そう考えていくとマセラティぐらいのブランドであればどこかにものすごくかっこいいようなアナログ要素を残しておいてほしかったなというのが僕の正直なところです。はい、私は丸なポイント。これは奥ゆかしい色気と上品なスポーツ性ですね。どこまでも上品な、でこのスタイリングなんですが、インパクトのある派手さではなく、時が経つにつれてしみじみと引き込まれる魅力が備わっているところに私のハートは射止められた感じもありましたしあとは研ぎ澄まされた走りは乗り味の良さと快適性が共存している。そしてエンジン、一方でこれ回転を高めていくとその高まりと同時に音色も一緒に高まっていくので、なんか非日常感に浸らせてくれる、自分をリセットしてくれるような、そんな世界を与えてくれるところがマセラティらしい車だなと思いました。そしてバッテン、これはタッチ式のスイッチ、走行時に少し直感的に操作しづらいかなという印象がありました。ドライバーの視点として考えると走りながら使うにしては目線を大きく移動させなければいけないというのもありますし、あとは触れた時のフィードバックが何らかの形であるともう少し分かりやすくなるのかなと思いました。ですね。はい、ということで2人の評価このようになりました。 Engine for the life. さあ今回はマセラティグラントゥーリズモを取り上げましたが、木村さん先ほどのオープンバージョン、申し訳ありません、グランカブリオという別の社名で、グランカブリオっていうのはまた素敵なネーミングですね。ありがとうございます。これやはり機能的にはグラントゥーリズモと踏襲したまま屋根が開くよっていう、ホロのタイプですね。ちょっとそれもね僕魅力的だなと思うんですが、ともちゃん改めてどうでした？やっぱりこうしたモデルって本当に各社の魅力が詰まったモデルたくさんあると思うんですけど、やはりマセラティらしさが感じられる奥ゆかしさ、もう本当に素晴らしいなと思って、ありがとうございます。でこの車なんですけれども、今回乗せていただいた一番高いトロフェオの75周年、全部入ってる3600万ですけど、これちょっと高いなと思ったら、もうちょっと安いエングレード、トリーは今2400万円台でご準備してますので、モデラというグレードが、で2400万円ぐらいになるとちょうどそのポルシェ911とかあとはパナメーラであるとか、そういうのもちょっと見えてくるなと思うんですけれども、これ実際にはマセラティとかグランツーリスモでどういうお客様が買うんですか？そうですね、新しい世代になって特にグレカーレ以降顕著なんですけども、今までは本当にメルセデスさんとかポルシェさんとクロスショッピングが多かったんですけど、他のドイツブランドの方もいろいろ見に来ていただいてご検討いただいているということで、ちょっとお客様の層が広がったかなという感じはしてますね。なるほどね。それはもう木村さんが社長になってから結構目指してきたことですよね。もっとこのブランドを知っていただいて、さっきのグランツーリスモのストーリーなんか皆さんご存じないと思うんですけども、そういうところをアピールしていけば日本ってこういうイタリアンテイストのものがいいと思ってくださる方はまだまだいるんじゃないかなというふうに思いますね。そうですね、もうハードウェア的にはこれだけのその快適性とスポーツ性を両立して、しかも鉱石があって日常性も高くてスポーティーでっていうところに、やっぱイタリアならではの世界観、
これマセラティはやっぱうまいですね。それをどんどん売り込んでいくのは我々マセラティジャパンの仕事だというふうに思ってます。はい、じゃあ今後とも期待していますんで、はい、よろ今日しくお願いします。どうもありがとうございました。それではまた来週お楽しみに。旬のニューモデルをモータージャーナリストの岡崎五郎と藤島智子が徹底紹介する車総合情報番組、それが車で行こうです。 TVK では毎週日曜夜10時、再放送は毎週土曜朝11時で好評放送中です。また番組のホームページからは過去の見逃し配信や放送内容が簡単に検索できます。皆さんのより良い車ライフにぜひお役立てください。Engine for the Life